今日は卵サンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は卵サンドを作りたいと思います。はい、ということで今回は卵サンドを作っていくんですが、卵サンドもね、いろんな種類があると思います。今回作る卵サンドは一番ベーシックな卵サンドです。卵の味付けや、あとは作り方にもところどころポイントがあります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、卵、マヨネーズ、お砂糖、塩、顆粒コンソメ、和がらし、有塩バター。今回はこちらの材料で作っていきます。まず食パンなんですが、今回は8枚切りの食パンを使っていきます。こちらのパンの厚みはお好みで変えていただいても大丈夫です。そして卵ですね。こちらの卵ですが、冷蔵庫からすぐ出しの卵を使用するようにしてください。そして味のポイントは今回顆粒のコンソメです。こちらのコンソメを加えていただくと旨味が加わるので味わい深い卵サンドに仕上がります。そしてバターにですね、和がらしを入れていくんですが、お子様が召し上がる場合や少しからしが苦手な場合は抜いていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにゆで卵を作っていきます。お鍋に卵が浸かるぐらいのたっぷりのお水を張ってください。そして火にかけます。こちらを沸騰するまで加熱してください。はい、沸騰しました。沸騰したらですね、ここに塩を小さじ1/2ほど加えてください。これからね、冷蔵庫からすぐ出した卵を加えていくんですけれども、冷蔵庫からすぐ出しの卵はひびが入りやすくなります。ただこのようにですね、塩を入れていただくとひびが入って白身が飛び出てしまっても、塩のタンパク質を固める作用で飛び出た白身がすぐ固まってくれます。なのでひびが割れても白身が飛び出にくくなります。ではですね、ちょっとクツクツ加減弱めます。このぐらいのクツクツ加減にして、そして卵をそっと入れていきましょう。1個ずつね、入れていきます。卵を加えたら火加減ちょっと強めてクツクツ加減をキープさせます。このぐらいのクツクツ加減をキープしながら12分茹でていきます。あんまりポコポコさせてしまうとひびが入りやすくなるので注意してください。ではね、このまま茹でていきます。はい、今ねちょうど茹で上がる1分前ぐらいなんですが、1分前ぐらいにこのようにボウルに氷水を用意しておいてください。はい、時間が経ちました。そしたら火を止めます。そしてこちらですね、先ほど用意しておいた氷水の中にすぐ卵を入れてください。はい、こんな感じです。卵はですね、茹で上がったら必ずすぐ氷水に入れてください。もしね、氷の準備がない時は保冷剤でも OK です。必ず冷たい冷水で冷やすようにしてください。それではこのまま10分ほど冷やしておきます。それでは卵を冷やしている間にパンに塗るバターを作っていきます。こちらのバターはですね、必ず常温の状態に戻しておくようにしてください。そしたらですね、器にバターを入れます。そしてまずね、こちらのバターを練っていきます。柔らかい状態じゃないとこのように綺麗に練れないので、必ずね、作る前にね、冷蔵庫から出しておきましょう。滑らかになるまで一度練ってください。今回ね、和がらしを入れるんですが、和がらしの代わりにわさびも美味しいので、アレンジしたい場合はね、ぜひわさびでも作ってみてください。はい。で、このように滑らかになったら、ここに和がらしを入れます。ほんとこのぐらい、ちょっとで OK です。これで混ぜていきます。このね、和がらしの量はお好みでね、変えてみてください。はい、OK です。このように滑らかになるまでね、しっかりと混ぜてください。これでパンに塗るバターの準備は OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきましょう。冷蔵庫に入れると固まってしまうので注意してください。はい。ではね、10分経ったので卵の殻を割っていきたいと思います。まずはじめにこの卵の丸くなってる部分ですね。こちらのお尻の部分にひびを入れます。はい、こんな感じ。そうしましたらひびが入った部分を剥きます。よいしょ。薄皮もね、一緒に剥くようにしてください。あとはですね、この親指の腹を使って卵を撫でるように剥いていきます。よいしょ。このようにね、大きく殻が剥けます。
はい、このようにつるんと剥けました。茹で上がった後にすぐ氷水で冷やしていただくことで、このようにつるんと殻を剥くことができます。では残りも同じように殻を剥いていきます。はい、殻が剥けました。殻が剥けたら続いて白身と黄身を分けていきます。半分に切って、そして黄身はボウルに入れましょう。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じように白身と黄身に分けていきます。はい、OK です。このように白身と黄身にまず分けてください。そしたらですね、こちらの白身をね、大きめに切っていきます。フォークで潰したりしてもいいんですけれども、そうすると白身の食感がちょっとね、軽減してしまいますので、こちらはね、包丁で大きめに切っていきます。こんな感じでね、大きめに切ってください。ではね、残りも同じように切っていきます。少しね、こう白身の食感があった方が食感にメリハリがつくので、大きめにね、切っていただくのがおすすめです。はい、このようにざっくりと切ってください。それではですね、フィリングを作っていきます。まずはじめにですね、こちら卵黄を潰してください。卵黄はね、ちょっと滑らかな仕上がりにしていきます。なので、このようにしっかり押しつぶすようにね、最初は崩してください。こんな感じでね、しっかりと潰しましょう。そうしましたら続いてここにお砂糖を加えます。砂糖も少し加えていただくことでコクがアップして味わい深い卵サンドに仕上がります。そしたらね、まずお砂糖を練り混ぜていきます。はい、このように混ぜてください。そうしましたら続いてここに顆粒のコンソメです。そして混ぜていきましょう。こうやってね、白身と黄身を分けて最初に黄身だけをしっかり混ぜることで白身と黄身のね、食感の違いを出すことができます。はい、でこのようにしっかり混ぜたら今度はここに白身を入れていきます。白身を入れたらあとはマヨネーズですね、こちらを入れていきます。マヨネーズを加えたら軽くまず混ぜてください。はい、今ね、軽く混ぜました。それではね、ここから最後のポイントです。こちらを2分間しっかりと混ぜてください。そうすることでこのフィリングはとても滑らかな仕上がりになります。ではね、ちょっと長いんですけれども2分間しっかりと混ぜていきます。はい、OK です。2分間しっかり混ぜていただくことで卵黄がマヨネーズとしっかり混ざり合ってとても滑らかな仕上がりになります。最後混ぜているとね、白身も小さくなるのであらかじめね、大きめに切っていただくと程よい大きさの白身になります。こんな感じでぼってりした感じのフィリングになります。ここでね、最後味見をしていただいてお好みでね、塩などで味は調整してください。それではこちらを今からサンドしていきます。食パンを用意してください。この食パンの内側両面にバターを塗っていきます。このね、バターを塗っていただくとパンの中に水分が浸透するのを防ぐことができます。なのでね、必ず両面に塗るようにしてください。では塗っていきます。耳は今回切り落とすので、この縁の部分はね、5ミリぐらい開けていただいて OK です。はい、OK です。このように塗ってください。そしたらですね、片方に卵のフィリングをのせます。はい、このようにのせました。このね、のせる時も縁の部分はだいたい1センチぐらい開けておいてください。そしたらね、食パンを重ねます。食パンを重ねたら軽くね、手で押さえます。そしたらですね、一度なじませるためにこちらをラップで包んでいきます。まな板にラップを敷いて、そしてのせます。これをですね、きつめにくるみましょう。キューッと引っ張ってね、しっかりくるんでください。両端もきつめにね、ラップを引っ張りながらくるみます。はい、OK です。ではこのまま10分ほど置いてなじませます。残りもね、同じように作ってください。はい、それでは10分経ったので切っていきたいと思います。切るときはですね、ラップの上から切っていただくとずれずに綺麗に切ることができます。ではまず最初に食パンの耳を切り落としていきます。切るときもね、上を優しく押さえてください。はい、そしたらこれを半分に切ります。はい、では開けます。オープン。はい、このように卵たっぷりで美味しそうに仕上がってます。それではね、残りも同じように切りたいと思います。それで
ではですね、続いて余った食パンの耳で作る簡単アレンジレシピをご紹介します。今回はですね、ベーコンを使って食パンの耳のベーコン巻きを作っていきます。材料はこちらです。食パンの耳、スライスベーコン、オリーブオイル、塩コショウ。こちらの4つの材料で作っていきます。ここにカレーパウダーとか、あとはニンニクパウダーなどを使っていただいても OK です。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずね、ベーコン2枚をこのように軽く重ねておいてください。そしたらね、食パンの耳4個ですね。これをベーコンの上に置いてください。あとは手前からくるくる巻いていきます。きつめに巻きましょう。はい、このように巻いてください。それではね、残りも同じように巻いていきます。はい、このように巻きました。今回は食パン2枚分で作っていきます。こちら包んだら塩コショウ軽く振ってください。はい、これで OK です。では今からね、こちらをフライパンで焼いていきます。それではフライパンで焼いていきます。フライパンにオリーブオイルです。そして火にかけます。火加減は中火です。まずこのまま30秒ほど温めてください。はい。で、30秒ほど温めたら、このベーコンの巻き終わりを下にして焼いていきます。やけどしないようにね、注意してください。このままですね、全体に焼き色がつくまで焼きましょう。あんまり転がしすぎると、ベーコンがね、剥がれやすくなるので注意してください。あとね、ちょっと油跳ねしやすいので、油跳ねには注意しましょう。はい。で、焼き色がついたら裏返します。はい、OK です。このようにいい感じに全体に焼き色がついたら火を止めます。これで簡単な食パンの耳のベーコン巻きの完成です。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。でね、ちょっとベーコンが剥がれるのが心配な場合は、爪楊枝で留めていただくといいかなと思います。これで完成です。はい、これで卵サンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように卵のフィリングはとても滑らかで美味しそうに仕上がってます。このようにね、白身もゴロッとして美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、手づかみで失礼します。いただきます。美味しい。この卵のフィリングがすっごく滑らかで、そして濃厚です。美味しい。そしてこの内側に塗ったね、バターの香りと、あとはからしもアクセントになってすごく美味しいです。そしてまたこの白身の食感がすごくアクセントになってます。ではこちらのね、食パンの耳のベーコン巻きもいただきたいと思います。いただきます。これもベーコンが香ばしくてすごく美味しいです。はい。ということで、今日も美味しく仕上がりました。今回の卵サンドのポイントです。まず、卵サンドのゆで卵なんですが、こちらはですね、冷蔵庫からすぐ出した冷たい卵をゆで卵にしました。この冷たい卵を茹でる時なんですけれども、必ずお湯に塩を加えて茹でるようにしてください。そうすることで、もしひびが入ってしまって白身が飛び出ても、白身がすぐ固まってくれます。なので、こちらの塩は予防として入れてます。私はね、毎回ゆで卵を作る時は冷たい卵から茹でるんですけれども、そうすることで卵の温度自体が一定なので、茹で時間のブレがなくなります。常温の卵の場合はその時の気温や、あとは季節によっても適正な茹で時間が変わる場合があるので、毎回ね、冷蔵庫からすぐ出しの卵を使っていただくと分かりやすいと思います。そして茹で終わった卵なんですが、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。そうすることで卵の身がキュッと締まって殻がつるんと剥けやすくなります。これをこのまま置いてしまうと、卵が薄皮に張り付いてしまってボロボロになってしまいます。仮にもしね、氷水がなくても保冷剤を入れてお水を冷たくして冷やしてみてください。そして殻を剥いた後は白身と黄身に分けて、白身は大きめにカットしてください。最後にね、よく混ぜるんですけれども、この時にね、少し白身がちっちゃくなってきます。なのであらかじめ大きめに切っておくと、最後仕上がった時でもしっかりと白身の食感が残った美味しいフィリングになります。そして卵黄なんですけれども、こちらをですね、しっかり練ってから調味料と合わせるようにしてください。そうすることでより滑らかな仕上がりになります。そして白身と黄身を混ぜた後は最後しっかり2分間混ぜるようにしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。ただ混ぜて仕上げるよりも断然滑らかさと濃厚さが変わってくるので、ぜひしっかり混ぜて仕上げてみてください。そしてサンドする時のポイントです。サンドする時は食パンの内側両方にバターを塗ってください。このバターを塗っていた
ただくとフィリングの水分が食パンに染み込んでしまうことを防ぐことができます。そしてサンドし終わった後はラップできつめにくるんでください。そうすることで馴染みが良くなります。そして切るときはですね、ラップの上から切っていただくことで食パンがずれることなく綺麗に切ることができます。そして最後にですね、今回は食パンの耳のアレンジレシピもご紹介しました。こちらもとても簡単に作れるのでぜひやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は卵サンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。